大規模システムっていうところにターゲットを絞ってお話をしていきたいなっていうふうに思ってます。我々フライクが考える大規模システムですね、1500万元以上の投資、売上高が10億以上の企業さんが、よく陥りがちな大規模システム刷新失敗の3つの理由をお話をしていきたいと思います。まず1つ目が RFP を準備できていないなんですけど、 RFP っていうのがリクエストフォープロポーザルって言って日本語訳すると提案依頼内容なんですよね。どういうことかっていうと、システムで実現したい要求を全て盛り込んで具体的な提案を依頼する文章なんですが、要素としてはたくさんあってですね、プロジェクトの概要、提案依頼内容とか選考方法、契約条件とかっていうのがあるんですけど、全て用意するのは絶対難しいと思います。ここまで用意しなくてもいいんですが、何もしていない状態でシステムの提案を受けようとしている企業さんめちゃくちゃ多いなと思ってて、似たような RFP は用意した方がいいと思っております。続いて2つ目ですね、自社の業務フローが整理整頓されていない。自社のビジネスモデルになぞらえた売上の上げ方とか利益の確保の仕方ですねを業務フローとシステムの両軸で説明できますか。で、大体失敗しましたってお客さんにこれ聞くと、何ですかそれみたいな。私たちフライクではこのマーケティングとかフロントオフィス、ミドルオフィス、バックオフィス、サービスプロセスまで、全てとは言わないものの、導入しているシステムの前後の領域ぐらいは流れをしっかり考えとかないとシステムは失敗しちゃいますよっていう風な意味合いです。具体的に言うと、マーケティング領域に業務フローは、左から右にフライクを知る、より興味を持つ、問い合わせ、アポ確定っていう風な業務の流れに沿って、縦軸が名前も知らない人とかっていった人の情報とかシステムの情報を概要で記載をしております。こういう風な業務フローを用意しておくっていうのが大前提です。細かい業務の流れをしっかり記載をしていくのを RFP の中に入れてるんですよね。つまり自社のこと、自社の業務フローをしっかり伝えずにシステム選定をしてしまうと、そりゃ失敗してしまいますよねっていうのが2つ目の理由です。そして最後3つ目ですね。SaaS プロダクト利活用のイメージができていない。よくその SaaS のツールを選んで失敗してしまったっていう企業さん、こういう風な決め方をしている企業さん多いんですけど、SaaS ツール、IT ツールのプロダクトの機能比較ばっかりやってしまう。2つ目が価格で選んでしまう。3つ目が他の企業さんや同業他社の事例ばっかり気にしてしまう。つまり SaaS のプロダクトの利活用ができないままシステムを確定させてしまうと、それは失敗するよねっていう風な意味合いです。